皆さんこんにちは。なんと皆さん、1年ぶりのラジオ動画になっています。いや、マジかよってもう1年も経ったのってね。直樹も1年も YouTube やってたのって。いや、そりゃやってるだろうって話なんだけど。なんとこちらの企画、ありがたいことにたくさんのファンがいてくれて、やってくれという声がね、たくさんいただいているので、1年ぶりに行いたいと思います。以前募集してストックしてあったものをね、今日配信するので、まだ私、怖い、不思議体験談持ってますという方は、ぜひね、僕の Twitter、Instagram、Twitter じゃねえ、X でしたね。1年も経てば名前も変わるんだね。X あるいはね、Instagram の DM に送ってください。それでは始めたいと思います。当時大学生の私は新聞配達をしていました。朝刊配達の時間は朝というより深夜で午前2時から配っています。そんな深夜のことでした。配達先へ向かう坂の途中、眼下の細い道路を挟んで反対に位置する家の窓がたまに赤く光っていました。その家は古いお屋敷といった雰囲気で、周囲を高い塀に囲まれていました。それを上から見下ろしたことで中が見えたんです。毎日配達しているとその光は週に 2,3 日ついており、夕刊の時は普通の明かりが灯っています。古いお屋敷には似合わない変な趣味だなと横目に思っていました。それからしばらく経ってその古いお屋敷から新聞の1週間お試しの申し込みがありました。あの赤い光の家だとすぐ分かり、とりあえずお試し契約の挨拶に伺いました。お邪魔すると、おばあ様がお試し希望でサービスチケットを渡すため家族構成をお伺いすると、お住まいはおばあ様と息子ご夫婦とお子様が2人の5人家族でした。それからお試しの新聞を順調に6日配達して7日目のお試し最終日の朝刊のことでした。慣れてきた油断からか違う新聞を間違えて投函してしまいました。取り替えようにも塀に埋め込まれた底の深いポストだったので取り出せず、こんな深夜にインターフォンを押すわけにはいきません。配達ミスは商用の減額になりますし、よりによって最終日の今日お試しから契約の営業をかけるのにイメージダウンになると、さらにね、事務所に怒られます。なんとか交換したいと考えながら周りを見渡すと、門が少し開いていることに気づきました。門の隙間から庭を覗くと、屋敷に明かりはなく静まり返っています。不法侵入になりますが、入れば裏から交換できると思い、私は恐る恐る門を入りました。塀沿いに静かに進んでポストの裏側へ、無事に取り出し口から新聞を交換しました。一息ついた時、すぐ近くの窓からあの赤い光が漏れていることに気づきました。入る時は気づかなかったので内心ビビりながら息を潜めましたが、辺りは成熟そのものです。いつものやつか。見飽きた赤い光に安心すると、そもそもなんで赤く光っているのか気になりました。それは軽い気持ちでした。窓に近づき覗きました。赤く光っていたのはテレビです。何も映っていない、音もない。消し忘れたように画面の赤い光が部屋の中を照らしています。ただそれより私が驚いたのは、そこにあの家族5人がいたことです。テレビの前にお子様も含む5人が座り、赤い画面をただじーっと見つめています。まるで時が止まっているような不気味な光景でした。言い知れぬ不安と恐怖を感じた私は門から出てすぐに逃げ出しました。お試し期間は終わり、それ以上営業もしなかったので、幸いその家族に関わることはもうありませんでした。あれは一体何をしていたのでしょうか。本当ですかね、この話。なんか最初読んでね、この話本当かってちょっと疑っちゃったんだけどね。っていうのも、なかなかそんな光景なくないですか。まあ、ホラー映画でね、よくやるようなシーンだよ。そのね、家族とかみんながね、そのテレビをね、見つめてて、ベーンみたいな感じでよくあるじゃないですか。これが現実、しかも日本でって海外ならあり得るのかって話なんだけど、たまたまね、この方がね、たまたまそのね、家族を見た時が、その家族がね、なんかホラー映画かなんかを見て、赤いね、光が映し出されてる、5秒ぐらいね、赤い光が映し出されているシーンだったのかもしれないしね。あ、でも違うか。以前からね、配達してる時も赤い光確か見えてますもんね。いや、それはなんだろうな。ちょっとね、ごめん、疑っちゃうけど、本当だったら、めちゃくちゃ怖い話、ありがとうございます。それでは続いてのお話に参りたいと思います。私は寺の住職で、この話はお寺と同じ町内にある檀家さんの話です。そのお家は奥さんのご実家で、毎月奥さんのお父様の月命日にお経をあげに行っています。そこには現在、奥さんと奥さんの旦那さんが住んでいて、ある時お経を読み終わった後の軽い雑談の中で、奥さんが旦那さんのことを、この人は耳が聞こえないし、癌が脳に転移してて頭おかしくなってるし、もう長くないと話したんです。私も前から知っている旦那さんでしたけど、もともとおとなし
しいというか、あまり行事に興味がない人のような感じだったから、奥さんの言う頭がおかしくなっていることに全然気づかなかったんです。でも確かにそうやって話す奥さんの隣にいる旦那さんはぼーっとしているっていうか、斜め上を見て何も聞いてない感じでした。でも奥さんの隣に座ってらっしゃるから、一応坊主として、そんなガンで長くないとかね、本人に聞こえるように言ったら、たとえ言葉がわからなくなっても心はきっと聞いてますよって言ったんです。それでも奥さんは、いやいや本当に分かってないからフラフラしてるし、どうせ何も聞こえないし頭もおかしいから大丈夫って結構言い切っちゃったんですね。その日はそれでおいともしました。また次の月にお経をあげに行ったんですが、坊主というのは一日何軒か檀家さんの家を回り、お経を読んだらはい終わりというわけでもなく、お礼というかお菓子をいただきながらね、ちょっと雑談するっていう流れがあるんです。なので何時ぴったりに行きますと言えず、何時から何時の間に行きますという風に伝えているんです。その日は前の家のお参りが終わって奥さんのお家に着いたんですが、どうやらちょうど出かけているようで、旦那さんがお留守番していたんです。同じ町内だし長い付き合いなので勝手が分かっていますので、いつものように玄関をガラーッと開けて、こんにちは、何々寺ですと挨拶しました。玄関を開けると目の前がリビングなんですけど、旦那さんがボケーっとテレビを見ていて、旦那さんしかいないからまた後で来ようと思い、また奥さん帰られた頃に伺いますねと言って帰ろうとしたんです。そしたらそれまで挨拶しても目を合わさずに大音量のテレビを見つめていた旦那さんが、いらっしゃいどうぞって言われて、それだけでもびっくりしたのに、結局奥さんが帰ってくる気配がないのでお経をあげたんですけど、読み終わったらお茶どうぞとお茶を出してくれ、あれやこれや普通に会話ができて、帰り際にはお土産までいただいたんです。その時点で僕は、これは奥さんが旦那さんをそうしたいのかなと思ったんですね。言い方が悪いけど頭おかしいとでっち上げたみたいな、それで献身的に努めることで自分を保つっていうか、そんな感じなのかなって。それからまた次の月にお参りに行ったら、今度は奥さんもいらっしゃってて、この間は私がいなかったのにお経をあげていただいてありがとうございます。あの人何も粗相してないですかと言ってきたもんだから、いえいえ終わりに茶菓子もいただきまして、お土産もいただきましてありがとうございますって伝えたんです。そしたら奥さんが、意味もわからず私のやってること真似したんですね、大したもんだわって言うんです。結構きついなぁと思いつつ、でもその奥さんの横にいる旦那さんは確かにこの間とは違ってまたボケーとしているんです。そんな話も終えつつ、いつも通り仏壇の前に座り、私はお経を読み始めました。ただしばらくしたら旦那さんが私の隣に座ってきて、私の方を向いてニヤニヤ笑っているんです。普通お経を読んでる間、ご家族は私の後ろに座ってお経を聞くんですけどね、もうほんのちょっとだけ気持ち早めにお経を読みつつ、やっぱり奥さんの言ってることが正しいのかなって思っちゃったんですよ。やっとお経を読み終え、いつものように奥さんがお茶を持ってきてくれたんですけど、そのタイミングで茶菓子がないってことに気づいたもんで、〇〇さんちょっとそこの菓子店に行ってくるのでお茶飲んでてくださいって出かけて行っちゃったんです。そしたら旦那さんが普通に私に向かって、僕ね子供が好きなんですよ、可愛いですよね、ここら辺ね学校多いでしょ、毎日登校してるのを見てて、〇〇小学校や〇〇高校の子供たち可愛いですよねとおっしゃっているんです。私びっくりしちゃって、子供は元気でいいですよねみたいなことしか言えなくて、だけど奥さんが帰ってきた途端、旦那さんは話すのをパタッとやめ、それ以降お経を読みに行くたびに奥さんがいなくなるタイミングがあったら子供の話をされるようになったんです。僕はこの人はおかしくなったんじゃなくてふりをしているだけなんだなって確信し始めたんです。それが半年ぐらい続いたのかな。またある日お経をあげに行ったんですけど、その日も旦那さんが奥さんがいない隙に、〇〇女子中のね可愛い子がいるんですよ、いつも〇〇時に通るんです、ちょっと他の子より遅いんですよねという話をし始めて、やっぱそういうのを聞くのはなんとなくだけど気持ちが悪くて、こっちは檀家さんだからね、当たり障りないことしか返事ができないし、でもそのお経をあげた日から3日後、旦那さんはお亡くなりになったんです。ご自身のお家の庭で亡くなってて、奥さんが朝見つけたらしいんですけど、同じ町内だからお話は回ってくるもんで、原因も一応心不全っていうことらしく、もちろん私のところが葬儀に入らせてもらいお経を読みに行きました。今でも毎月お経をあげに行ってますけど、奥さんは旦那さんのことを話題にも出さないし、この旦那さんの振る舞いと話となんとも後味の悪い出来事でした。
いや、なんともね、じわじわ来る怖い話ですよね、これ実はね、本当の話で、いや、全部本当だと思うんですけど、っていうのも、この話ね、してくれたのが、僕の友達の友達なんですよ。なので、ここに書かれていることは全て事実で、となるとね、これね、推測したくなるじゃないですか。この旦那さん結局何だったのかと、本当にね、頭がおかしかったのか、奥さんがね、彼のことをね、もう好きじゃなくて、頭おかしく無理やりさせていたのか、あるいはね、その旦那さんはちょっとね、これ子供たちを可愛がってるじゃないですか。その可愛がり方がちょっと気持ち悪いっていうか、おそらくペドフィリア的な感じなんですよね。日本語で言う小児性愛者みたいな感じで、ちょっとエプスタイン的なね、そういった性質が見られるので、本当に頭がね、おかしかった可能性もあるんだけど、もう一つの推理点としては、彼はね、どのように亡くなったのか、そこが一番気になるところで、もしかして、いや、奥さんがね、手をかけたわけじゃないとは思うんだけどね、心不全で亡くなったってなるとね、結構推測しちゃうよね、そういったことも。ありがとうございます。続いての話に参りたいと思います。直樹マンさん、こんにちは。私の家系は頻繁に心霊現象に遭うことがあるのですが、その中で不思議だった話を紹介します。これは15年ほど前に母から聞いた話です。それは私の母が社会人初期の頃に体験した話です。母が夕方、仕事が終わって帰宅している途中、母の姉から電話がかかってきました。お母さん、私の祖母の様子がおかしい。急がなくていいから、まっすぐ家に帰ってきて、と。その日は特に用事もなかったので、すぐに家に帰りました。母の家は和菓子屋を経営しているのですが、店の入り口には臨時休業の張り紙がありました。家の鍵を開けてドアノブを握った時、もやもやっと悪意ではないのですが、じろりと誰かがこちらを伺っている不思議な感覚があったそうです。家に入ってすぐ母の姉が出てきて、2階の寝室にお母さんいるから一緒に来てと言い2階へ上がりました。寝室の扉を開けると、そこには座布団の上に正座をして祖父と祖母が向かい合わせで座っていました。なんだお母さん具合でも悪いのかと思った普通じゃんと母は思ったのですが、正座をしている祖母が妙に猫背になりうつむいていたそうです。いつもは凛としており姿勢や礼儀に厳しい祖母がそんな状態でいることは確かに様子がおかしいのです。祖父にお母さんどうしたのと聞くと、祖父が言いました。今お母さんに昔の人がついちゃってる。何を言ってるのか分からず、どういうことって聞くのと同時ぐらいに、私の娘です、次女ですと祖父が祖母に向かって言いました。するとボソボソっと、そうですかとうつむきながら祖母が言いました。祖父が言うには、朝食を2人で食べた後、祖母が2階へ上がっていき、しばらくしても降りてこなかったため、おかしいなと思った祖父が様子を見に行くと、寝室で正座をしてうつむいている祖母がいたそうです。話を聞くと、なぜ祖母についたのか昔の人が教えてくれました。昔の言葉で話していたそうです。現代語に直すとこんな感じのことを言っていたそうです。私は〇〇時代、聞き慣れない時代だったので覚えてなかったそうです。この土地の農民でした。貧しかったです。一生懸命生きていました。時代が時代だったので納得するしかありませんが、あの日武士の方に私を含めて家族全員刀で切られて殺されてしまいました。その武士の子孫を多く見てきましたが、この方が一番心が広く優しい方でしたので、お声を借りることができました。あのような時代だったので恨むつもりもありません。ただ私たちはもっと長生きしたかったし、美味しいものを食べたかった。だからしばらくの間体をお借りして食事をさせてください。母を含めてその場にいる全員が驚きましたが、先ほど言った通り心霊現象がよくある家系なので、家族全員がすぐに状況を飲み込み、それを了承しました。それから3日間祖母はずっと座ったままの状態で過ごしていました。朝昼晩と食事を運ぶと、昔の人はありがとうございますと言ってゆっくり食事をしていたそうです。祖父が口に合いますかと聞くと、涙を流しながら美味しい美味しいと食事をとっていたそうです。そして3日後の朝、何も前触れもなく祖母が部屋から出てきて、何事もなく家事を始めました。祖父がこれまでのことを祖母に話すと、全く覚えていないらしく、普通に起きてきただけだと思っていたようです。話はこれで終わりです。そして不思議なことがもう一つ。その件に深く関わった人ほどこの出来事を覚えていないんです。母の妹の順に取り憑かれている時のお世話話をよくしていたそうで、話を聞いた当時は本当に不思議な体験だったと言っていた私の母も今となっては、そんなことあったっけと何も覚えていません。50代なのでボケてるとかではありません。かっこ笑い。ここまで読んでいただきありがとうございます。いや、なんでしょうね、この話、普通に聞くとね、怖い話っていうよりかは不思議、ちょっといい話みたいな感じじゃないですか。ただ個人的にはちょっとゾッとするなと思ったのが、そもそもね、その昔の方が取り付いてるっていうのは、ある意味ちょっと復
復讐じゃないけど、恨みはないって言ってるけど、その武士のね、この家系が武士の子孫だからそこについてる。で、その武士に殺された昔の過去があるってことは、ある意味ちょっとリベンジ的なね、意味が含まれているじゃないですか。そこをね、個人的にはなんか、いや大丈夫だよ、殺さないけど、何もしないけど、と言いつつ取り付いてるから、いやなんかするんじゃないのって思っちゃうよね。あとね、めっちゃ冷めたこと言いますけど、昔の人が今の時代を生きるわけじゃないですか。この文明の進化に驚くことってないんですかね。いや、トイレから噴水がみたいな感じで、いやそんなことね、さすがにないとは思うんだけどね、一応体を借りてて、その借りられてる方の体のね、意志もね、少なからずね、入ってはいると思うので、驚きはしないと思うんですけど、そこちょっと気になっちゃうよね。ありがとうございます。続いてのお話、参りたいと思います。いつも動画見てます。怖い話もっとやってほしいので、私の友達の先輩の話をさせていただきます。仮にその人を A さんとします。過去男性。A さんはとても霊感がとても強く、本当に強いんだね、この人。日常的にミッチを見てしまうんです。ミッチ？これ密接の密に置くです。ミッチって読むんですかね。しかも周りの人と区別がつかないぐらいはっきりと、そのためぶつかりそうになって幽霊相手に謝ったり、ずっと見つめられている視線を感じたりしていたらしいんです。そんな彼が絶対に行きたくない場所が2つあって、1つが心霊スポット、そしてもう1つが病院でした。そんな彼が部活で怪我をしてしまい、1週間ほど入院することになってしまいました。病院は幽霊が多く、区別の難しい彼にはとても恐ろしい場所でした。そこでまた彼は中学生ぐらいの女の子にぶつかりそうになり謝りました。しかしその女の子からは返答がなく、こちらをじっと見つめています。やっちまったと思ったらしく、彼は足早にその場を去り、自分の病室に戻りました。しかしその日からその女の子が彼に付きまとうようになり、気づいたら後ろにいたり、遠くから見つめていたりしたらしいんです。ある日寝ているとベッドに何かが入ってくるのを感じて、後ろに誰かがいるのを感じます。そうです、その女の子です。彼は怖くて動けずじっとしていました。少し時間が経つとその女の子はいなくなったそうですが、恐ろしくて仕方もありませんでした。その後も付きまとわれながら1週間ほど経過して、退院の時受付のホールで待機していると、その女の子が現れました。しかし驚くことに、彼女は私服で両親らしき大人がついていました。彼は唖然として彼女を見つめていると、彼女が病院を去るときに彼を見ながらバイバイと口が動いたのを見たそうです。人と幽霊を区別できず、見ず知らずの女の子に付きまとわれていた1週間を思い返すと、怖くて仕方ないとのことでした。やはり生きてる人間が一番怖いとはこういうことを言うんでしょうね。いやいや、本当かいな、この話。なんか見方を変えたらね、これね、誘拐監禁もあり得るからね、この女の子のことを。もしかして監禁してたんじゃないのあなたみたいな。さすがに女の子がね、家の中にいたりしたらおかしいだろうとは思うんだけどね、突然消えたりとか、ありえないだろ、そんなことって。ただね、意外とこの手の話って実はあり得て、っていうのも、僕の仲良しの芸人さんのね、シークエンス早友さんっているじゃないですか。彼はね、めちゃくちゃ霊感があって、僕をね、すごいね、月1ぐらいで会ってね、いろんな話をさせていただいてるんですけど、彼の話の中でそれ興味深いっていうのが、普通にね、幽霊だと思っていた人がね、頻繁にね、自分の周りに現れ始めて、ただね、ある日なんとその幽霊だと思っていた女性が実は本当にね、存在している女性だったという話があったんですね。何それ、どういうことって思ったんだけど、よくよく聞くと、おそらくそれは本当にね、実はその付きまとわれているわけではなくて、その女性の生き量みたいなものがついて、たまたま目の前に現れていたんじゃないかっていう話。ありがとうございます。続いてのお話、次はラストですかね。はい、ラストのお話参りたいと思います。こんにちは。前回夫がお話をさせていただきました地蔵嫁です。地蔵嫁ってどんな名前やねんって思うんだけど、これね、皆さん覚えてますか？前回かな、前回って言っても1年前なんだけど、ちょっとね、軽く解説すると、お子さんにね、恵まれない夫婦の奥さんが、そのね、お子さんが欲しいからっていうことで、お寺に行って、そこのね、お地蔵さん、小さいお地蔵さんをね、家にたくさん持ち帰っちゃって、そのお地蔵さんたちはね、実は水黒曜、そのね、子供たちのね、魂がね、入ったお地蔵さんたちで、それをね、たくさん家に持って帰っちゃって、そのね、子供たちに取り憑かれたように子守歌を歌い出したりして、奥さんがね、おかしくなっちゃったってお話だったんですけど、なんとね、そのお話を投稿したのは実はね、旦那さんだったんですよ。そのね、奥さんの様子がおかしいですみたいな感じで。ただ今回なんとそのね、奥さんが投稿してくださったんです。というのも、今回は私がなぜあんな
なことをしていたのかお話しさせていただきます。はい、なんてこちら続きなんです。今から30年前、物心ついた頃の話になりますが、当時私が住んでいたのは F 県の A 市で、父方の実家は同じ県内の E 市にありました。その E 市に向かう山道の途中にお寺さんの多い町があり、そこには母方の実家がありました。この母方の祖母は日本人形を作り修理する仕事をしていて、祖母の家の隣には今でいうアトリエのような狭い作業部屋が建てられていました。アトリエの中には作りかけの人形の頭、胴体、腕がパーツごとに新聞を引いて木箱に入ってて、特に頭なんかは化粧を乾かしているのか発泡スチロールに刺されて並んでいました。そんな部屋、通常なら子供は怖がるかと思いますが、私はむしろその部屋が好きでした。人形の透き通るような白い手の繊細さや真っ白なお顔に鮮やかな口紅が刺してあり、同じ顔なのにそれぞれ違うといった不思議さで、私にとってはワクワクする場所でした。そんなアトリエを持つ祖母は無宗教でしたが、神様はどこにでもいる、どんなものにでも魂は宿ると八百万の神とでも言うんですか。そういうことを当たり前に信じている人でした。私が小さい頃泣いていると、ほらコップの影から神様が心配そうにあやちゃんを見ているよとか、おもちゃを買ってくれた時もあやちゃんが選んだおもちゃもあやちゃんのことが大好きと思ってるんよと言ったりしていて、今思えば無意識に物を大切にするようにいい意味で洗脳していたんだと思います。そんな祖母は人形の顔を描く時には赤ちゃんが生まれた時の喜びを思い出しながら描くんよと教えてくれました。じゃないと何も入っていない人形ができちゃうらしいです。でもあえて何も入っていない空っぽの人形を作ることもあると教えてくれたことがあります。それはどうしても修理できない人形を新しく作り直すとき、魂を新しい人形に移さなきゃいけないときらしいです。と言っても別に変な呪文をかけるとかね、儀式をするとかではなく、しばらく古い人形と新しい人形をペアで並べとくみたいな感じでした。そもそも魂を移すと言ってはいますが、祖母は霊感などは全くなく、むしろ霊なんていないと言い切るような人でした。孫である私も霊感などはないと思っている人間です。けど物に魂は存在する。それは当たり前という感じです。どのぐらい人形をペアで置いていくかは知りませんが、新しい人形のお顔を見たとき、ちゃんと映ってるわと感じる時があるらしく、何でも人形のお顔が生き生きするようになるらしいんです。そうなれば新しい人形は依頼されたお家へと帰っていき、空っぽになった古い人形はきれいにした後、祖母の家の裏にあった焼却炉でお酒と一緒に燃やされていました。私が小学4年生に上がる春休みに A 市から隣の U 市へと引っ越すことになりました。先に新居に父が1週間ほど早く住み始め、その1週間で引っ越しを完了させるという感じだったと思います。その間、私は祖母の家へと泊まりに行くことになりました。祖母の家に着いて次の日、いつものようにアトリエへ行こうと思ったら、アトリエにお客さんが来てるから行けんよと祖母に言われました。その時の私は、あんな狭いアトリエにお客さんなんかおるわけないやんと思い、こっそりアトリエの中を外から覗いてみました。すると、そこには誰もいません。私は家の中に戻り、正直に、おばあちゃん、お客さんおらんや、なんで入ったらいかんのと聞きました。祖母は、知らんお人形さんが2人おるんよと教えてくれました。何でも修理で出された人形が5体あって、そのうちの3体は作り直しだったそうで、3体からの人形を作ったそうです。そしてある朝アトリエに行くと、1体の古い人形は空になって新しい方に入っているのに、2体の古い人形はそのまま。でも空っぽの人形2体ともに知らん子供が入っている状態だったらしいんです。祖母も訳が分からず、かといって2体の人形もどうすることもできず、新しく2体人形を作り、古い方から無事写し終え、5体の人形を返し終わって、2体の人形だけがアトリエに残っている状態でした。祖母も、この子らどこから来たかわからんけん、どうもできんけん置いとくしかないと言っていました。それから私は帰る2日前までアトリエの中には入れず、外から覗く毎日でした。しかし帰る2日前の昼過ぎ、祖母が険しい顔して、あの子ら多分やけどどこの子か分かったわ、あやちゃんもちょっと来なさいとアトリエに連れて行かれました。アトリエに入ると祖母と一緒に人形に手を合わせるように言われ、しばらく手を合わせていました。さすがに私も小学4年生だったので、この状況から人形に入っているのは亡くなった人かもと考えていましたが、祖母に聞けるような雰囲気ではなく、黙っているしかありませんでした。手を合わせ終わって祖母は人形を持って、これは返せんし、返されても戸惑うもんと思うけど、うちで燃やせんし、もっとけんけん近くの〇〇寺さんにお願いしに行ってくるけんねと言い、人間を持って行ってしまいました。私はなんとなく
局それ以上聞けずに祖母が帰ってくるのをアトリエの中で待ちました。この時なぜか私は亡くなった人の魂って簡単に人形に入るんだなと思ってしまったんです。そして祖母が帰ってきて私が新居に帰るまで至って普通に過ごし、そこから私が中学生になるまで祖母は空の人形を作ることはしなくなり、私が高校に入る頃にはアトリエを閉じてしまいました。中学生の頃一度だけあの人形に入っていたのは誰か聞いたことがありますが、祖母はあやちゃんが知らないなら知らない方がよかと結局教えてはくれませんでした。とこんなことがあったので、私は人間同士魂が移ると普通に思っていたため、結婚当初あんなことをしてしまったんだと思います。当時の私はどこか追い詰められていて、ちゃんとした判断ができていませんでした。前回の話で不快になられた方がいましたら申し訳ありません。あと前回の話で夫は神社と言っていましたが、実際は寺院です。七五三などをしているのを見たことがあったので、神社と勘違いしていたらしいです。このことについて混乱させてしまったかと思います。申し訳ありませんでした。という話だったそうです。どうですか皆さん。これね、前回の話で繋がってくるんですけど、これね、僕ね、勝手にね、ちょっとね、推理じゃないけど、推測して、この魂、何が入ったのってみんな気になるじゃないですか。まあね、これはね、はっきりとした答えは出てないんですけど、一つ気になる事件がありまして、こちらね、ちょっとね、本当にね、ちょっと有名な事件なので、はっきりとね、言いたくはないんですけど、まあ、九州の方で、ちょうどね、30年前に起きた事件があるんですよ。小学生が巻き込まれた事件がありまして、もしかしてこの事件のね、子供たちの魂がちょうどこの人形の中に入ったんじゃないかっていうのが推測できて、おばあちゃんはその頃はっきりと知ってたわけじゃないですか。なのでまあちょっとね、そこそこおそらく有名な話だとは思うんですよ。これはあくまでね、僕の推測なので本当ではないとは思うんですけど、まあそういった可能性もなくはないと。いかがでしたでしょうか皆さん。はい、ありがとうございますね。こんなたくさんにね、体験談毎回慣れないんですけど、これいつもね、家の中で一人で収録しているんですけど、この真っ昼間にね、収録しているのにもかかわらず、怖い話じゃないですか、一応。なのでね、怖くなるんですよね。これ、一人で収録してて。猫ちゃんなんかもね、優雅に寝てて、本当にね、今日なんてね、もう真っ昼間超日差しがね、差し掛かってるのにもかかわらずね、怖くなるんだよね。なぜか。不思議だよね。だからね、この怖い話ってなんかやっぱね、この唱えること、読むこと、口に出すことによって、なんかそういったね、召喚じゃないけど、本当にね、その四谷怪談じゃないけどさ、語ることによって成仏じゃないけど、あるいはね、その召喚、蘇らせる効果ってあるような気がするよね。はい。まあね、このようにね、皆さん大好きな企画、もっとやってほしいっていうことでしたら、皆さんたくさんのね、体験談、じゃんじゃん送ってきてほしいです。まあまあ、そんな感じでね、1年ぶりになる直木マンのラジオ動画でした。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。